NAB というのはですね、アメリカのラスベガスで行われました、今年もですね4月の中旬に行われましたけども、放送機器店なんですね本当はね。はい、もう本当に大きい会場で、はい、もう歩くだけでも疲れるっていう。そうですね、はい、先週ですね、はい、行ってきました。でたくさんの、ここはカメラとかあとポストプロダクションのですねワークフロー、もっと言えばですね本当に映像にまつわるたくさんのですね、新しい技術が集結している場所ですね。で今日はですねちょっと行ってきましたのでレポートというか、お話どんなものが会場であったのかという話をしていきたいと思います。もちろんAdobe のブースもすっごく大きくてものすごい人だったんですけども、そういった写真も交えながら、ちょっとお話ししたいと思います。はい、で今年の NAB の印象ですけども、皆さんもウェブストアでどんなものが出たりとか新製品があったかっていうのをご存知だと思うんですけども、ポスト 4K がどうなるのかというところが結構話題になってました。ですけど、HDR とか IP、8K、VR とですね、あとドローンっていうところが結構注目されてました。新製品がね少なかったですね。そうですね、はい、印象としては、はい、なんか各社様子見というような感じだったんですけど、ただ面白かったのはやっぱり、VR が非常にですね盛り上がってました。とにかく多かったですね。多かったですね。 VR 関連は、はい、撮るから見るまで。そうですね、これね、一部なんですよ。これまだね4分の1ぐらい、もっとね本当に40席ぐらい椅子があってみんなねこうやって見てるんですよ。はいはい、これはギア VR ですけども、それギア VR とあとオキュラスリフト、あとバイブが、入ってましたね。3大、プレイヤーがですね並んで、皆さんこぞって新しいコンテンツを見てました。で面白かったのは、今回ノキアが出しました、これ僕ですね。はい、これは僕これそうなんですよ。これもう本当ねすごいです。すごい本当にモーターショーみたいなお姉ちゃんがつけてくれるんですよ。ドキドキしちゃうんですよね。でもヘッドホンの LR が逆だったりとかしてちょっとおかしかったりするんですけど、こういうカメラがですねノキアから出まして、これステレオで撮れるんです、はい、立体視できるんですね。はい、オゾっていうやつですね。はい、これで中でスティッチもして記録もできるし、生の映像も出せるし、生も出せるんです。実際ライブ配信なんかもしたりとかして、面白かったですね。これでも結構高いんですよね。高いです。結構高いですね。数百万円、600万と700万、するんですね。はい。一見なんかコンシューマー向けっぽい見た目をしてますけど、はい、一応業務向けで出てる。はい。でそんな中ようやくですね GoPro から、オフィシャルのリグですね、オムニーが出ました。これで実際にいろんなサードパーティーからあったリグではなくてオムニーを使うことで専用のソフトウェアでスティッチしてで、VR を公開できるということでもう本当に、撮ったものもですね動機もソフトウェアの中で撮ってというふうな感じでガンガンできるんですよね。こんなのがあったりとか GoPro6 台6台です。はい、そうです。確か60万ぐらいってことですね。そうです、60万ぐらいです。でこれはもうソフトウェアを使うとスティッチもすぐできるというところで、はい、なんか印象としてはカメラもいろいろと本当に出てたんですけどそれぞれちゃんと、スティッチまでやるっていうのがワンセットになってるのが多かったような印象かなと思います。やっぱり手間のかかる作業なので、そのあたりまでやりますよっていう一体で用意しているものが多かったですね。はい。ステッチ職人がまた仕事なくなっちゃうんですよね。そうステッチ職人、一生懸命なんか技術磨いてた後輩いるんですけどね。すげえ困る。そうなんですよ。動機もねちゃんと取れるというところで、こういうなんですかセミナーもやったりとかして、で面白かったのは最近のドローンと組み合わせてですね、これ360度映像を上下で上と下につけてですね、360度映像をドローンで撮る。4K、 そうですね。これはコダックの SP360 ですけども、こういうのをつけたりとか、いろいろやっぱ工夫して既存の技術をつないでですね、いかにVR に持っていくかっていうところが面白かったなと。とにかく盛り上がってました。みんなもうで賛否両論ですね。やっぱね放送機器店なので本来ならやっぱりすごいハイエンドの映像とかそういうものを期待して来てる人も多かったので、やっぱりその VR のこの解像度ってまだまだ追いついてないところがあるので、その辺僕は全然すごくいいと思うんですけども、まだだなみたいな、あるいはこれは 3D と一緒になっちゃうなみたいな、そういうことを言う人もいました。ただやっぱこれだけ盛り上がっているっていうのは注目されているということだと思います。でこれは Adobe のブースですね。もうとにかく相変わらず人がすごいですもう Adobe のブースだけもうすぐ分かる、遠くからでも、もう人がドゥーッ
内容がすごい盛りだくさんで、はい、タイムテーブル見てたんですけど、あれも見たいこれも見たいんだったら1日予定がなんか埋まってしまうんじゃないかっていうぐらいになってて、そうなんですよ、はい。でもYouTube で結構公開がもう始まりますよね。アンドリュー・クレーマーのやつなんかも出てましたけども、ぜひですねYouTube も見ていただいたりとかして、クリエイティブクラウドの YouTube でいくつかもアップされてるので、はい、ぜひちょっと見てください。あと最新のアップデートは古田さんの方に後ほど、発表してもらおうと思ってます。で皆さんもご存知アトモス社がですね、もう拡大のブース展開ですね。おそらくですね、パナソニックさんよりも大きかったんじゃないかなと思います。はい、ちょうど道を挟んでもう本当大きいブースを2つ展開してました。でもうなんかなんですかね、ロッククライミングのそのロッククライマーの壁をも作ってですね、そこになんかよくわかんないですけどロッククライマーがずっと登ってるんですよ。大変ですよね。はい。でそれをなんか HDR 撮るっていうよくわかんないですけど、その今回 HDR の話があったんですけども、ハイダイナミクスレンジですね。で皆さんがご存知の将軍というのが、将軍フレームというのが出まして HDR の表示ができるようになりました。公式機表示、高輝度表示というところで新しいですね、表示方法というか、そういう、将軍のさらに機能がバージョンアップされたものが出てましたね。これはもうすでに発売されてるんですよね。はい。フレームは出てますね。出てますね。なんかもう一個出ませんでしたっけ？はい。それがですね、これ次来た。将軍インフェルノ。で将軍インフェルノはインフェルノすげえ懐かしい。そうインフェルノ、もう今はインフェルノといったらコンポジットソフトじゃなくて将軍です。ただ将軍インフェルノはガラスケースに入ってて、いかにもまだこれからというところで 4K60p が記録できる。ダスダス詐欺にならないといいですけどね。でもね、もうなんか8割9割できてるというところで、今そのなんかチップセットの調達をしているところだそうです。はい。で2000ドルなんですよね。1995ドルってことで、これ25万円ぐらいで買えてしまうという 60p ですよ。4K60p のプレイヤー兼再生機がその値段で買えちゃうっていう時代ですね。でしかも HDR の表示ができるということで、それはブースも大きいわなという感じがしました。はい。これはなんか年内には出したいというところでした。はい。将軍持ってる方ね多いと思うんですけども、将軍フレームにアップでグレードしてもいいし、これを見てインフェルノを待つというのも手かもしれないです。だってインフェルノを持つって憧れだったじゃん。そう昔はね持てなかった、ね。16CPU とかね。インフェルノ名前がねちょっとずるいですね。そうですね。はい。それで対抗するブラックマジックですね。同じメルボルンの会社ですけども、面白かったのは皆さんご存知かと思いますけど、デュプリケーター。ですね、これすごいんですよ。1U で25枚の SD カードが挿すんですよ。で H265 で 4K の記録をします。で、要は例えばライブ会場とかのスイッチングアウトにこの 1U のラックにですね25枚の SD カードを挿したものをスイッチングアウト映像を H265 で記録すると。そうするとライブが終わった後に25人に配れるわけですね。はい、で提案の仕方が面白いですよね。そうでこれカスケードできるので何台も増やせるんですね。これなんかもうなんか200個今並んでるんですけど、昔そのライブのアーティストが演奏終わったら、外でもう今の音源を CD で焼いて売るっていう商売が実際あったんですよね。そうでこれ面白いのは H265 は Windows 10はネイティブ対応しているので、新しいその Windows OS であればすぐに 4K で見れるというですね。でなんか韓国製のディスプレイだともう挿せば265再生できたりするので、なんか需要はあると言ってましたけど、ただなんとか48の子たちがね、そうライブ終わったらみんなでなんとか今日のねチェックしなさいみたいな。なんかそのライブの提案っていう形でブラックマジックはあったんですけど、Facebook とかの反応を見ると結婚式とかそういうので撮ったやつを引き出物として入れちゃうとかね、入れちゃって配るっていう、そういう使い方も確かにって思いましたね。なんでいろんな形でこの仕様のなんかこう可能性がね。すげえプレッシャーじゃないですか、そのスイッチャーの人。そうだからもう25でね、面白いのは1回止めるじゃないですか。1回止めてもう1回レック押すんですよ。そうするとねファイルがね割れないの。要するにそのカセットテープとかデッキみたいにそう待ってくれるワンファイルのそのファイルを閉じないんです。だから続きレコーディングができるんです。そうすると常にだから今ちょっとやばいなと思ったら1回止めてとか休憩時間はスキップして
でまたポンってやるとワンファイルで収まるっていう新聞のそういう機能のね悪友がちょっと騒ぎすぎて脱いじゃったとかそういう時はバーッと慌てて止めるみたいなね、面白かったです。あとですね 4K のモニターね、これは H264 じゃなくて、プロレスで SD カードで収録できる 4K のモニターが出てましたけども、これも近日発売になるということでした。で、これソニーのブースですけども、僕がすごい驚いた、先ほどちょっと控え室でその話してましたけども、NAB っていうのはもともとそのハイエンドの、カメラを出すところなんですけど、もうドカーンとアルファデジタル一眼のカメラが並んでました。もうこれはびっくりですね。もう本当に従来ですとこういう40万円ぐらいのカメラなんですけど、こういったカメラがメインで並ぶっていうのは結構 NAB では考えられないというか、やっぱり何百万もするようなもの、カメラとか本当にハイエンドの機材が並ぶ中、そういうなんですかコンシューマーのそういう裾野っていうのもしっかりと見ている、あるいはこういうのをサブ機でちゃんと使えるようにワークフローの中に組んでいるってソニーはちょっと変わったなっていう感じがしました。もうCP プラスかなって思っちゃうぐらいでした。はい、で E マウントのレンズコーナーがあってですね、びっくりしました。でもちろんカメラコーナーではこういうF65 とか F55 とか、そういうの並びにちゃんとこうアルファが並んでるっていうですね。はい、でレンズもですね相当 E マウントのレンズに力を入れてまして、G プライム出ましたけども、この辺りをやっぱり押してましたね。非常に面白かったです。でレッドですけども、はい、結構毎年なんですかね、品の悪いディスプレイをすることで有名なレッドなんですけども今年は非常にシンプルかつジェントルな感じで、あと僕の印象ですとデモの映像 4K シアターがあったんですけど、もうどこのシアターよりもかっこよかったです。なんで割とそういう意識した感じですかね、ちゃんとやろうという姿勢が見れてました。で、日本というか世界初の内部収録 8K カメラですね、8K のウェポンがもう稼働してました。ファームも動いてましたし記録もできました。リリースされてるんでしたっけ？はい、まだ販売まだですね、まだで今ファームウェアを調整してて、米国内ですと夏というふうに言ってましたけど、相変わらずちょっとどのあたりまであれなんですけども、お母ちゃんのところにウェポンがありますけども、これアップグレードするのかな、分かんないけど一応なんか、はい、そのままアップグレードできるようにデポジット払ってるらしいですけどね。なるほどね。じゃあ 8K 一番乗りで多分小川さんと来ると思いますけども、僕もきっと買っちゃうんだろうな。やっちゃうんです、ドラゴンはねで撮影よくしますけども、楽しみです。実際このパネル見てください。これ 8K ね。8K どうでした？で 8K の 60p が撮れるんですよ。8K60p 撮れるんですけど、だからどこまでどのレンズが対応するんだっていうところでレンズ問題が今発生しますね。センサー大きくなっちゃうんで。ノイズ感とかどうでした？これだとちょっとまだ分かんなかったですね。でもセンサーサイズは何なんですか？センサーサイズは 8K センサーなので、今のウェポンよりもちょっと大きくなるんですね。はい、なのでレンズがどうなるのかっていうところで、今ちょっと70ミリぐらい。70ミリいくのが、でも65ミリ相当はねいっちゃうような気がしますけどね。ちょっとレンズがどうなるか、この辺がちょっと気になるところですけど、ただこれで 8K60p ですから撮れるというところはすごい感じでした。すごいですよね。4K 放送の、を 8K で撮れるという。で 8K 縛りで言いますとキヤノンさんがですね、大幅な 8K の展示をしてました。ちょっとびっくりしました。キヤノンがここまで 8K やるとは思ってなくて。これ CP プラスで見た気がしますね。そうですか。でC300 とか C500 のこれに8K のこれは 8K 特別仕様のカメラですけども、これはオデッセイを4台積んで 8K を同時収録するというような感じで、あと 8K シアターとか、はい、あとは 8K ディスプレイみたいなのもありました。8K 来るのかなみたいな、見たところあんまりなんか実感が湧かない感じでしたね。はい、なんか普通にいい風景を普通に撮ってるからっていう印象だったんですよね。難しいですよね。8K の特にマネタイズとなるとどこでどう流すんだっていうところが出てくるんで、はい、であとですね、皆さん知ってのオズモですね。これのマイクロフォーサーズのオズモも出荷しますと言ってました。DJI 3軸で高画質の 4K が撮れるというところで、今のオズモだとちょっと絵が物足りないなという人にとってみたら面白いなと思っています。6なんでしたっけ？
ローなんでしたっけ？一応6でしたっけ？一応持ってるんですか？僕も持ってないんでちょっとわからないんですけど、でもすごい人でしたよ。でね、これで面白かったのは、さすが最新機器だなと思ったのは、これ3軸なんですけど、なんとですね、4軸のオズモ、これが出ます。楽しみですね。これはステディカムのあれと一緒で、3軸って上下ダメじゃないですか。なんですけど、上下もきちっとこう取れる。まさに空撮の絵が撮れるというオズモ、期待したいですね。ちょっと触りましたけど、ちょっとすごいいい感じで動いてました。なんか新しいドローンも出てましたね。はい、新しいドローン。プロ用のカメラと、レッドとかそういうのも積める、積める大きいのも出ましたし、ようやくであとファントム4が順調に、日本でも出荷がされてまして、もうバンバン飛ぶんじゃないかと言われてます僕はドローンはそう固定しているので、いろんなところで使われていいんですけどね。はい、で、レンズで言いますと面白いのは PL マウントのレンズなんですけど、20120というですね、すごい広域のレンズ、ちょっとニッチなんですけど PL マウントなんですけど、富士フィルムから出てましたね。はい、で、ちょっと時間をしてきてるんでパパッといきます。一つだけ皆さんにご紹介したい NAB のホットトピックがあります。それがライトローのシネマカメラです。出た。で、皆さんご存知だと思うんですけど、もう本当にこれは夢物語というかすごいカメラです。もうびっくりするぐらい、スペックが本当にそれが実現しているのであればすごいこと。でも会場はもう満帆。公式だと500人以上いたそうです。はい、会場もともとこの発表の時間に僕行こうと思ってたんで、早めにちょっと行ってたんですけど、すごい行列ができてて、なんじゃこりゃと。なんじゃこりゃですね。はい、で、多分一番注目されたと思います。で、先にカメラどんなカメラかをお見せしますと、これです。5メートル。でかい。5メートルあります。5メートルあって、重さが約250キロぐらいあります。この下のもセットですかね。はい。この下がサーバーになってるんですけど、で、飛行シミュレーターとかじゃないですか？そう違います。で、ちょっと時間がないのでさっきちょっと話すると、これはレンズがないんです。ポストでレンズを決めるんです。そうですね。はい。だから空間を切り取るということで、光の向き、光の方向ですね、強さ、色、これをですね全部センサーで捉えて、その人のいる位置を立体情報で捉えるというカメラです。すごい。で、カメラと言っていいのか。で、実際上映されました。で、上映されたりとかして、で、実際どんなことがあったかと、ヌークって、これはコンポジトしたんですけど、F 値から何からフォーカスの位置もそうですけど、シャッタースピード、それからフレームレートも後で変えられると。で、じゃあ、撮った映像を F 値 0.3 にしてみましょうって言って、0.3 って現存ではないレンズのシミュレート F0.3 の社会深度はこれですって言って見せられたのがこれなんです。びっくりしました。でもっと言うと、これその実際の撮影した絵です。黒い黒バッグになんか脚立とか置いてあって、前に紙吹雪があって、これその撮影した生の絵で、これは実は紙吹雪っていうのはその距離の情報が分かるので、紙吹雪、手前にある紙吹雪を除去できるんです。ペロって一発で。距離なんで。理想的なコンポジットカメラなんですね。そうして、色のその強さとか光もあるので、その見えてない部分が何なのかっていうのも分かるんです。でもっと言うならば、グリーンバックの背景なんか一瞬で抜けるんです。本当一瞬でした。だから別にその後ろに何が入ってようと何が映ってようと、もうパシッてやったら距離の差があれば撮れるってことですね。はい、そうです。びっくりしました。でこれで手前の紙吹雪もなくなって、後ろの汚いはしごが今の持ってるおっちゃんがいますけどなくなって、もう一回きれいな紙吹雪を足しましょうって言って、紙吹雪足して人物足してみたいな。でさらに立体情報があるので、バーチャルカメラでトラックインができる。すげえ、本当すごい。はい、もう意味が分かんないですね。意味が分かんない。意味が分かんないです。という本当なのかなっていうですね。実際このグリーンバックを抜いてる絵とかありましたけども、こんなカメラも登場してですね。一瞬画面、はい、一瞬画面変えます。じゃあ、はい。これどういうふうになってるかっていうと、レンズが複眼みたいになってるんですよね、昆虫の。でどういう情報が記録されてるかっていうとこうなんですよ。これどうなってるかと、これニューク上のあれなんですけども、拡大していくと一個一個が映像になってるんです。とんでもないですよね。これを記録して、それぞれの位置の情報から、震度を取ったりとかしてるっていうことですね。でお分かりの通り、こんだけの情報を記録するととんでもないことになるので、現段階で最高500ギガバイト毎秒を記録する必要があるので、ああいう下にでかいサーバーが必要になってくるというわけですね。ちなみにそうです。解像度は、だいたい1枚あたり 40K あるそうです。
あれでしたっけ、レンタルが1200万パーウィークでしたっけ。そうです。これ一つ一つが40件なんですか今の。一枚一枚です。さっき複あれ複眼になってるやつがあれがちょっと分かんないですけど、一つの1フレームの映像が 40K の755メガピクセルです。で500ギガバイト。はい。で毎秒300フレーム300フレーム撮れるんです。はい。というふうなちょっとよく分かんないですけどね。はい、でこれが できると、まあ、どんな世の中になるんだろうみたいな感じです、はい、レンズ屋さんは全部潰れちゃいますよ、マジでね。VFX の映画とかの作り方が根本的に変わるでしょうね。そうですね、はい。まあ、なんで来年の春からハリウッドで使用すると言ってました。はい、まあ、ということでありました。でちょっとですね次の話題になっていきますけれども、Adobe ブースですけども、これからですね新しい機能、古田さんの方からお話ししていただきますけれども、僕が見るとやっぱり一番盛り上がってたのはなんかプレミアだったような気がします。はい、デモブースも、アフターエフェクツ、オーディションってそれぞれあったんですけど、プレミアだけ2個ありました。はい、なんで、まあ、もちろんアフターエフェクツもこの研究会としてはですねあれですけど、動画編集する立ち位置としては、まあ、面白いなと思いました。ないと始まらないですからね。はい、ということでですね、次に行きたいと思います。はい、では最新アフターエフェクツ、プレミアプロ情報ということで、Adobe システムズの古田さんよろしくお願いします。